どうものあちです。今日は愛車紹介をしたいと思います。こちらの私の愛車は2014年式のハーレーダビッドソン FLSTC です。通称ヘリテージソフテイルクラシック。その名の通りヘリテージ、伝統的な昔から受け継がれるという名の通り、昔からあまり変わらないデザインとなっています。でタンク容量は19リットルと長距離にも全然いけちゃいます。重量が341キロ、結構重めですね。いろいろついてるんでね。排気量が約 1600cc、 1584cc だったかな。カラーがモロッコパールゴールド。ちょっと分かりづらいんですけど、ちょっとゴールドの細かいラメがいっぱい入ってて、白ではないみたいです。カタログ上では薄汚い黄土色でないなって思ったんだけど、実写を見に行ったら全然違くて即決した。よく見ないと分かんないんだけど、細かいゴールドのラメがね入っててすごい綺麗なの。これ以上好きなカラーの年式を見たことがないから2014年式にして大正解でした。契約する前にディーラーさんにヘリテージはあまりにも重いからちょっと女の子には無理だろうっていうので、ソフテイルデラックスとソフテイルスリムっていう、これが若干小さくなった感じので足つきがもうちょっと良くなる。でそれをご利用しされて、でこの見た目、バッグもつけてシールドもつけてみたいな感じのカスタム込みでの見積書とかもわざわざ作ってくれて、それでも私はもう何が何でもヘリテージに乗りたいっつって、で結局これ買ったんですね。私は教習所に通ってた時も1回の教習で10回くらい立ちこけして、であんまり力も強くないから起こすことができなくて、毎回すいませんっつって教官呼んで起こしてもらう感じで、それを見かねた教習所の人がもう君はちょっと中型は無理だから小型に切り替えようかっていうのを3回くらい言われたかな。全部突っぱねて追加講習みたいなのもやって、結果卒業できたんですけど、そんな私でもね、こんなでかいバイク乗れてるから憧れのバイクがあるけど自分にちょっと乗れるか心配だなみたいな人は、どういうカスタムをして乗れるようになったかっていうの参考になると思うんで、ぜひ最後まで見てってください。はい、じゃあこれね、バックギアね、マンバ製のバックギアです。散々乗れないって言われてたから、じゃあどうしたら乗れるようになるのかって思って、同じ車種を購入する前にレンタルバイクしたのね。そしたら地面が平らな駐輪場から出すのに2時間近くかかっちゃって、これバックギアつけないとやばい、死ぬって思って速攻でつけてもらって、これが一番変わったものかな。よく何これって言われる。こちらはサムスンのマフラーです。しゃもじみたいな見た目がお気に入りで、一般的にはフィッシュテールって呼ばれてると思うんだけど、私はしゃもじテールって勝手に呼んでます。ガソリンスタンドから車道に出る時のちょっとした段差でもガンガン吸っちゃうくらい長い杭のが難点かな。ハンドルです。ハンドルはもう何回か変えてますね。これの1個前は FLH のハンドルをつけてたんだけど、もうちょっとワイドでプルバックしてるのがいいなと思って、これはめちゃめちゃ探しました。すっごい分厚い辞典みたいなカタログから選んだ気がする。ハンドル一つでね、疲れ方が全然違うし、感じる重さもマジで違う。もうハンドル重いのね、こんなに前にいっぱいこんだけついてるとさ。次こちらグリップですね。グリップは小学生の上履き袋みたいなやつ。グリップヒーターのついてるグリップ諦めて、もう見た目にこれ全振りしてます。グリップエンドがクロームになってるのがわかるかな。それが結構可愛くてお気に入りです。全体で言うとリアだけローダウンしてあります。千葉のネオガレージさんで2インチ下げてもらったんですよ。2インチっていうのは多分5センチくらいだったかな。5センチ足伸ばすのは無理ゲーだけど、5センチ低くするのはできるから、足つきが不安なちびっこにはおすすめです。足つきは横から見るとこんな感じ。今直立です。ちょっとマフラーが2本出しだから若干右寄りになってるかな。でこれ片方に寄せるとベタ付き、右に寄せると、こんな感じ。両足均等にするとあんまりついてないように見えるけど結構安定してます。プルプルしてるのでも割と安定してます。片足べったりこう
つくからあんまり心配はないです。はい、足つき前からだとこんな感じ。両方均等についてこんな感じ。これはリアブレーキペダルを近くするやつ。名前忘れちゃった。なんかいくつかパーツを組み合わせてた気がする。ちょっとリアブレーキが遠くていざという時に危ないかなって思って、命に関わるところだからこれをやっとこうって思って納車の時にもやっときました。シートはこれノーマルのまんまです。ノーマルなんだけどめちゃめちゃこだわってあんこ抜き、中のクッションを抜いてもらいました。全体も薄くなってるんだけど、ポイントはサイドの削り具合。シート幅があるとガニ股になっちゃって全然踏ん張れないのね。本当にシート高とかマジ当てにならない。どんだけ幅が狭いかの方が重要だと思う。これはどうしてもノーマルのシートを使いたくて、結果買った方が安かったかなっていうくらいこだわってねやりました。私はこの年式のこのスタッズの感じがすごい好きです。このバッグも純正そのまんま。これね、クラッチ軽くするやつ。クラッチレバーが変わったんだっけな。これクラッチレバー自体はちょっとわかんないんだけど、本体はギアの方、こっちの方に入ってて、遠心力でギアを軽くしますっていうちょっとハイテクなやつ。お値段結構したんだけど国産車より全然軽い。もう渋滞でも余裕っていう、もうスッカスカ、びっくりするくらい軽いから握力に自信のない人はおすすめです。こちら S&S のエアクリです。これ空気シュコシュコ吸うやつね。この今カバーついてて見えないと思うんだけど、この中にフィルターが入ってて、そこを通して空気吸って、で燃料とこうごちゃ混ぜにしてエンジンを点火するのかな。これめっちゃ吸ってくれるからマフラーとの相性もいいです。ダイソン並みに吸ってくれる。ジュゴーって吸ってくれる。これ最近全然清掃してないからそろそろ清掃しないといけないかな。なんかオイルがねピンク色で可愛いんだよね。あとはエンジンで言うと、エンジンというかコンピューターなんだけど、フュエルパック3っていうコンピューターいじるやつ入れてて、スマホでプロファイリングできて燃料の濃さや回転数を調節できる優れものです。エアプリもマフラーも私は変えちゃったから、これがないとマフラーのお尻から、すごい勢いで火を吹きまくっちゃって大変なんだよね。シートレールはただの装飾品完全に装飾品です。あとは乗せてって言われることが多いからそれ防止。このバイクはちょっと重たいから傾いちゃったらこかすしかなくて、自分だけならまだいいけど人を乗せてると危ないから、シングルシートだから乗せられないよっていう言い訳にも使ってます。これはエンジンガードとサドルガード両方つけてます。半分装飾品だね。こけた時に被害を最小限に食い止めてくれるっていうのもあるんだけど、ここに GoPro つけたりとかドリンクホルダーとか、あとはここにこれお手製のなんだけど電熱のリモコンが入ってます。フェンダーレールは前後ついてます。これはバックギア使う時に坂道で行き止まっちゃった時にこれが車でいうバンパー代わりになってくれて、フェンダー本体が傷つかなかったっていう、多分そういう使い道ではないと。これが後ろ。あとはウインカーとねテールランプのカバーもクリアに変えてます。オレンジや赤が嫌でクリアに変えました。こちらヘッドライトとフォグランプのお目目、まつげお目目パッチリで可愛い。これねドライバー1本でポンってポン付けできるから結構すぐつきます。これです。その他はクローム、こういうとことかクロームに変えてあるかな。ヘリテージの好きなところはどこまでもいける楽さとこの無駄なディテールの多さね。これ大好き。あとはでっかい乗り物が好きだからこの大きさもすごい好きです。あとこのウィンドシールドが結構ガチで雨の日ほんと濡れない。フットボードは足が楽なのもいいし、このシーソーペダルは前後にこう踏むだけだから全然靴汚れないから、ちょっと高い靴とか履いてて結構左足のここだけ剥げちゃうとかあると思うんだけど、それがなくてすごいいいです。で寒すぎると足の感覚がなくてこう上げるのが辛いみたいなの
体験したことあると思うんですけど、意外と太ももからガッチャンって下ろす分にはいけちゃうから、シーソーペダルはガチ。今ギア入っちゃったあとは積載量ですね。これバッグめっちゃ入るからいろいろ積んでる。基本的な工具もそうだし、タオル、ハサミ、安全ピン、何が入ってるかもうめっちゃ入ってる。洗車道具とかも入ってる。積載量があるっていうのはこうリュック背負わなくていいし、かなりアドバンテージだなって思います。でこの3つ目がフォグランプがついてるから、暗い道、田舎の街灯とかない道でも先がどうなってるか分かんなくて、カーブなのかな違うのかなっていうのも先頭走れば結構分かりやすいから、それもすごい車みたいだねこのバイクそういうのもすごい好き。もともと乗りづらかったバイクだけど、全部自分好みに位置とかも調整して乗れるようになったし、あんまり心配はしてない、不安はないかな。峠道とかあんまり得意なバイクじゃないけど、結構どこでも一人で行けちゃうし、みんなも自分の好きなバイクがあったら結構カスタム次第でどうにでもなるから、諦めないで乗ってみてください。俺にも私にも乗れるかなって思ったら高評価といいねお願いします。またね。